こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。管理栄養士のとんきちです。今日のテーマは、なぜ日本人は炭水化物を食べても太らないのか。日本人は炭水化物が大好き。炊きたてのご飯、寿司、丼物、麺類。糖質は太るから控えなきゃ。そんな風に思っていませんか？でも、食べ方を変えるだけで体も心も変わる。私は炭水化物の食べ方を変えることによって50代でも無理せず自然に体重を5キロ減らすことができ、現在も BMI20 をキープしています。代謝が良くなったのか、以前よりたくさん食べても太らなくなったように感じます。健康的に無理なく続けられる炭水化物との上手な付き合い方を分かりやすくお話ししていきます。ぜひ最後までお付き合いください。1日あたりの炭水化物の摂取量が欧米に比べて多い日本。しかし、日本人の BMI30 以上の肥満率は約 4%。成人の約 40% が肥満とされるアメリカと比較してとても低くなっています。日本人は炭水化物をたくさん摂っているのに、なぜ肥満率が低いのでしょう。摂取エネルギー費を比べると、欧米の食事は脂質が過剰になりがちですが、米を軸とした日本食の PFC バランスの良いことがわかります。お米はパンや麺と違い、粒のまま食べるため、糖分として吸収されるまで時間がかかります。そのため、血糖値の上昇が穏やかで、急激なインスリン分泌を抑えることができます。腹持ちが良いので、間食を減らす効果も期待できます。脂質が少ないため、摂取カロリーを抑えやすく、肥満の予防に役立ちます。食物繊維やビタミンなど様々な栄養素が含まれています。味が淡白なので、どんな食材ともよく合います。食材が多様になると、腸内細菌の種類も増え、健康効果が高まります。日本人はご飯を主食に選んだことで、健康長寿を実現できたのかもしれません。糖質オフや低糖質ダイエットが流行していますが、炭水化物を極端に減らすと体に負担がかかります。炭水化物イコール太りやすいと思っていませんか？炭水化物は体の主なエネルギー源。糖質が不足すると脳がうまく働かず、集中力が低下したり、疲れやすくなったりします。糖質が足りないと、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとします。すると筋肉量が減って代謝が下がり、脂肪が燃えにくい体になってしまう。つまり、痩せにくい体質を自分で作ってしまうんです。特に50代以降の女性は、もともと代謝が落ちている時期なので、無理な制限は逆効果です。糖質制限で一時的に体重が減っても、それは水分や筋肉が落ちているだけということも。その状態で元の食生活に戻すと、体は飢餓モードに備えようとして脂肪を溜め込み、リバウンドしやすくなります。近年、腸活という言葉が日本でも定着しています。腸内環境を整えることイコール健康への近道という考えが世代を超えて広がっているんです。腸内環境が整うと便通が良くなり、免疫力が上がり、
肌の状態が改善し、さらにはストレスへの耐性やメンタルの安定にもつながります。まさに心と体を整える鍵なんです。腸活に欠かせないのが食物繊維。水溶性と不溶性の両方をバランスよく摂ることが重要です。不溶性食物繊維は腸内に溜まったカスや老廃物など体内の不要物を絡め取り、十分な量の便を形成します。しかし、不溶性食物繊維ばかりを摂っていると、便が硬くなって詰まってしまう恐れがあります。そこで必要となるのが、腸の蠕動を促して排便を起こりやすくする水溶性食物繊維。水溶性食物繊維は糖質の消化吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防ぎ、脂質の吸収を穏やかにする効果、乳酸菌、ビフィズス菌などの善玉菌を増やす効果、腸内環境の改善に役立ちます。水溶性食物繊維が多い食べ物は少ないため、不溶性食物繊維に偏りすぎないのが便秘にならない秘訣。日本では昔から芋類や根菜、海藻、豆類などを取り入れ、自然とそのバランスを整えてきました。さらに発酵食品との組み合わせで効果倍増。納豆、味噌、漬物などの発酵食品が善玉菌を増やすサポートをしてくれます。また、ご飯は粒食であるため、パンや麺類に比べて噛む回数が増えます。食べ物をよく噛んでから飲み込むことは、自律神経の反射により腸の蠕動運動を促進し、腸内環境の改善に役立ちます。私が日々の食事の中で特に意識しているのは、腸内細菌の餌となる食物繊維をたっぷり摂ること。もち麦、雑穀、さつまいも、かぼちゃを主食に加え、食物繊維、ビタミン、ミネラルをたっぷり摂りながらカロリー控えめを意識しています。もち麦、雑穀は血糖値の急上昇を抑え、腸内環境も改善。セカンドミール効果といって、次の食事の血糖値まで安定させる効果もあります。白米の25倍の食物繊維、カルシウム、鉄分、カリウム、ビタミン B1、タンパク質など栄養素も含み、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2つがバランスの良いスーパーフード。プリプリ、もちもちの食感も美味しく、白米に3から5割加えるだけで無理なく継続して摂取することができます。ただし、お腹が張る、味の好みに個人差があるというデメリットも。大切なのは自分に合ったバランスを見つけることです。韓国で食事と置き換えるコグマダイエットとして有名なさつまいも。低 GI 食品で腹持ちが良く、ダイエット向きの食材です。GI 値とは食後の糖質の吸収速度を示します。血糖値の急激な変動が少ないため、満腹感が持続、食欲のコントロールに役立ちます。例えば、食パンの GI 値は95、白米88に対し、かぼちゃ65、さつまいもは55で、玄米55、そば54とほぼ変わらない数値です。腸内を刺激して便通を促す
不溶性食物繊維、血糖値の上昇を緩やかにする水溶性食物繊維を含み、皮に多いヤラピンは便を柔らかくする働きがあります。ビタミン C も豊富に含み、さまざまなミネラルの吸収を高め、カリウムも豊富なので、むくみ防止に効果があります。自然な甘みがあるため、甘いものが欲しい時の強い味方になります。かぼちゃは若返りのスーパー野菜。抗酸化作用のあるベータカロテンがたっぷりで、美容にも嬉しい食材です。ビタミン A、C、E のパワーは食品の中でも最高クラス。3つのビタミンの相乗効果で老化とストレスに打ち勝ち、紫外線のダメージから守ってくれて、美肌効果、アンチエイジング効果が期待できます。私は白米にもち麦と雑穀をプラスして多めに炊き、1食分ずつラップで包み、冷凍保存しています。さつまいもやかぼちゃも一緒に炊くと、ふかし芋や蒸しかぼちゃが同時にできて、いつでも食べることができます。オールブランを朝食やおやつに加えて手軽に食物繊維を補給。そのまま食べられる野菜、茹でた野菜、常備菜の冷蔵・冷凍ストックを切らさない。時間がない時でも腸に優しい食生活を無理なく続けられるよう工夫しています。毎日の食事は見た目で栄養バランスがわかり、片付けの手間もかからないワンプレートに盛り付けます。主食はもち麦雑穀ご飯にさつまいもやかぼちゃをプラス。主菜は肉、魚、卵、大豆製品をバランスよく。副菜や汁物は野菜をたっぷり。見た目の比率は主食1、主菜1、副菜2を意識。この主食、主菜、副菜、汁物をバランスよく並べる和定食スタイルは、炭水化物の過剰摂取を防ぎながら、自然と腹8分目で満足できるようになり、食べ過ぎ防止にも効果的です。炭水化物イコール太るというのは実は大きな誤解。大切なのは質、量、タイミング、組み合わせ。間食が多い方や甘いものを取りがちな方は、むしろご飯の量を適切に増やすことで食べ過ぎを防ぎ、エネルギー摂取のバランスが整います。年齢を重ねると体の変化を感じやすくなりますよね。特に40代以降はホルモンバランスも変わり、体重や体調の悩みが増えがち。だからこそ食事を見直し、生活習慣を整えることがこれからの健康を大きく左右します。食べて、動いて、笑って、日本人の知恵を味方に、心も体も健やかに過ごしていきたいですよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が食べるのが好き、でも太りたくない、そんなあなたのヒントになれば嬉しいです。これからも和食の健康でハッピーな食生活の情報を発信していきます。チャンネルに対するご意見やあなたの実践している健康情報などもお待ちしています。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。